フィリピンのとある村で行われた葬儀。葬儀は村の一大行事。近隣住民が見守る中、それは起こった。この日もいつもと同じように埋葬の準備が進められていたのだが、男性がバランスを崩し倒れてしまった。問題はこの後。真新しい墓穴へ落ちてしまったのだ。笑い話になるような光景なのだが、恐ろしいことが起こっていたのだ。墓穴に落ちた後の男性に注目。彼は何者かに肩をつかまれ倒されてしまったのだ。まだ棺も収められていない墓穴から突然現れた手。墓穴の中に何がいたのか。この手は亡くなった人物をどこかへ連れて行く存在なのか。もしかしたら墓穴とは棺を収めるだけの場所ではないのかもしれない。この出来事は参列者全員の記憶に深く刻み込まれることになった。日本へ観光で訪れたアンソニー。彼が撮影したのは伝統的な日本家屋。畳の香り、障子から差し込む柔らかな光。そこには彼が思い描いた日本らしさがあったのだが、玄関から居間へと向かったその時、廊下の戸のすぐ裏に男性が立っていたのだ。アンソニーはすぐに気づき、誰なのかを確認しようとしたのだが、そこには男性の姿はなかった。すぐ目の前に現れたハーフパンツを履いている黒い人影。映像をよく見てみると、この人影が現れる直前、何かが動いていることがわかる。そして現れる人影。一瞬カメラは左へ振られ、その後戻ってくる。その時にはすでに人影はいなくなっていた。もしこれがいたずらだったとしたら、とてつもなく早く動いていることになる。アンソニーの映像に映った黒い影は彼を歓迎するものだったのか、それとも何か不吉なものだったのか。帰国したアンソニーは今もあの人影を思い出し恐怖している。確かなのは、この人影は次の訪問者を待ち続けているということだ。
イギリスの霊能力者ハリスのもとにある人形が送られてきた。その人形を見ると体調不良に襲われるというのだ。半信半疑の中、その人形を世間に公表したのだが、これが通称ペギーと呼ばれる人形。実物、写真を問わず見た人間は体調不良になるという。吐き気や胸の痛み、頭痛の訴えはこれまで80人に及ぶ。これはハリスが人形を移送する動画の一部。この動画を見たある女性はその後心臓発作を起こしたという。ハリス自身も何度となく頭痛に悩まされたという。ハリスはこの人形の危険性を動画で訴えることにしたのだが、この動画の中で不可思議なことが起こっている。普通に見ているだけでは分かりにくいのだが、早送りすると人形が勝手に動いていることが分かる。これまでに4人の霊能力者が原因調査を行っており、1964年にイギリスホランドパークで生まれた女性の霊がついているという。そしてこの女性は喘息の発作で苦しんでいたという。さらに何らかの宗教的儀式に用いられていた形跡もあるそうだ。どことなく息苦しさを感じさせるペギー人形。あなたは大丈夫だっただろうか。これからご覧いただくのは実に奇妙な映像だ。人体が自然に発火する瞬間を捉えたものだ。この日、教会ではミサが行われていた。母親に連れられた白いシャツの男性にご注目。突然、自分の体に異常を感じた男性。次の瞬間、男性の体が燃え始めたのだ。何もないところから一気に火が広がり、教会の中はパニックに。何らかの奇跡が起きたのではないかと失神する女性まで。火の気のない場所でなぜ突然燃え出したのかはわからない。これは奇跡か、それとも最悪か、謎が多い映像である。
深夜の工事現場。昼間の喧騒から現場には作業を終えた後の静けさを取り戻しつつあった。メキシコに住むカルロスは不思議な現象を目の当たりにした。工事現場を照らすライトの影響で隣の建物に影ができていたのだが、そこには誰かが立っているように見えるのに、その人物はどこにもいないのだ。Chingada sombra que no es de nadie. No hay nadie ahí. Y ahí hay una chingada sombra. ¿De quién es? No sé. スポットライトから離れるほど影は薄く大きくなっていくものだ。この影の濃さから考えると、カルロスの視界に何かがないとこのようには見えないはずだ。当然撮影しているカルロスの影ではない。では一体誰がそこにいるというのだろうか。これはトリックなのか、それとも別の次元の存在だとでも言うのだろうか。あなたも街を歩くとき、不自然な影がないか探してみてはどうだろう。突然、自宅のドアノブが激しく動く事象。海外の心霊映像ではよく見かけるものではある。ドアの向こうで誰かが動かしているのではと思わせるものも多いのだが、とある男性の自宅で起きた怪異だ。長年ポルターガイストに悩まされる日々を送っていた。そして目の前で信じられない現象が起こる。ドアの向こうには何もなく、ただドアノブだけが激しく動いているのだ。このありえない光景に撮影者の男性は震えが止まらない。周囲に人影はなく、何か仕掛けがあるようにも見えない。なぜこのようなことが起こるのか、理由はわからない。だが今でも彼はこの見えない何かに悩まされているのだ。廃墟探索をしている YouTuber のロバーツとダン。この日訪れたのはジョージア州ウェイブリーホールにある通称ウィリスの家だ。その昔、ウィリスという男性がこの家で亡くなって以来、そのまま放置され廃屋となっている。彼らのチャンネルは歴史的建造物を探索することで知られており、今回も建物の外観から地下まで調べる予定だった。しかしこの日の探索はいつもと違っていたようだ。 Doesn't that look like an early settlement style chimney there? It does. What's interesting is the chimney looks like an older style than the house looks. And there's a fallen chimney back here.
This house really does look creepy. It doesn't matter what angle you're at. This is a creepy looking house. 家の中は荒れ果てているものの、彼らの興味を引くには十分な雰囲気だった。That this was probably built in the early 1900s, and then sometime in the 1920s, 30s maybe. 当時の家の作り方をさらに詳しく調べるため、家の軒下の調査をすることになった。その直後、奇妙なことが起こる。So that's a 1958 Coke bottle, right? What is that? 彼らのすぐ上を誰かが歩く音がしたのだ。What is that? Oh, that's weird. Here. 見渡しても人の気配はなく、一気に緊張感が走る。That is strange. You heard that, right, Dan? Yes, I did. That was weird. All right, that's enough of this old house for a minute. We're gonna go look at something else. Hello. Sounded just like footsteps. It's not funny. こうして家を後にし、まとめのコメントを収録しようとしていた。その時。All right, well, we're gonna go ahead and get out of here. So I hope you guys have. All right, that's it. Come on, You can say all goodbyes you want. let's go. So that's a 1958 Coke bottle, right? What is that? 不気味な足音が聞こえる。ウィリスの家。We're gonna go ahead and get out of here. So I hope you guys have. これらの奇妙な現象は、対の住処に侵入してきた彼らを All right, that's it. 追い払いたかった。ウィリスの仕業かもしれない。アメリカ・ミズーリ州セントルイスのアパートで撮影された映像。このアパートでは、たびたび白い服の少女が現れるという。この日、撮影者はこのアパートに引っ越してきた。映像は引っ越し祝いに酒を飲み、友人がダンスをしている様子だ。何かが通り過ぎたのが分かっただろうか。踊っている最中、ふと違和感に気づく友人。その視線の先が気になり、カメラを向けると、白い服を着た少女が廊下を通り過ぎていくところだった。この少女はアパートでは有名な存在で、騒がしくしていると姿を現すという。撮影者はすぐに
アパートの大家にこの映像を見せると、静かに生活していれば問題ないと言われたが、すぐに退去を決意したそうだ。突如現れた白い服の少女。引っ越し当日からアパートで噂の存在に遭遇してしまうとは不運な女性である。視聴者に向かって真剣に何かを訴えるこちらの女性。先日知人に連れられて訪れたインド料理店で信じられない出来事に遭遇したそうだ。その店の歴史はかなり古く、店内は数々の調度品で飾られ、彼女はその雰囲気に惚れ込んだそうだ。オーナーの許可を得て店内の至るところを写真に収めていたのだが、その感激ぶりに気分を良くしたオーナーは、店員以外は入れないワインセラーへと案内してくれた。オーナーの解説を受けながら数多くの写真を撮影したが、その一枚に理解しがたいものが写っていたのだ。This is the first picture that he showed me from the wine cellar. You can see this guy who is on his laptop. 歴史のある店とあって、その雰囲気は確かに素晴らしいものだった。しかし問題は、連続で撮影したこの直後の写真だ。And here is the next picture that he took. So we all see that. That is a full body apparition. It looks like a woman in this like black Victorian dress. I've never seen anything like this. And I need to not be alone in seeing this because holy. そこに写っていたのはドレスを着た黒髪の女性。何かを訴えるかのように男性をじっと見つめていた。この女性は連続で撮影した写真のうち1枚にだけ存在しているという。撮影者はこの写真の女性に名前を付けることにしたという。その名前はイザベル。撮影者のお気に入りのワインなのだそうだ。ある日、自宅近くの古い井戸のそばに一人の少年が座っていた。監視カメラに映ったその少年は奇妙な行動を起こすのだった。深夜、井戸の真横に座り込む少年の姿。この時点で十分奇妙なのだが、その後、頭だけを残し、体は煙のようになり、井戸へと近づいていった。そして井戸の中を覗き込んでいる。
一体この存在は何なのか。そして井戸を覗き込んで何をしていたのだろうか。それは監視カメラ特有のおかしな現象なのか、それともまだ私たちが見たことのない生物なのか。あなたにはどう見えただろうか。